覚してるだけで愛が強すぎて変わってないな。今がついに悪口言ったな。これ総評失敗したの？人形並べてる？昨日のように思えるんだけど、二階堂ひろなんでずっと表示されてんだろう。この声だけで済ましたの。でも望んで働いてるじゃん。後継者探してる。この段階で近況話す。このゲーム噛まずにさ、全部朗読できるやついんの？それは昨日の夜のことです。シェリーちゃんはハンナちゃんを殺してしまいました。なんで殺したの？それは用意周到な殺人計画の始まり。なんと、すべて予定されていたことなのです。最初から計画してた。ここに来た段階で計画してた。シェリーちゃんは以前に牢屋敷の設計図を見たとき、ゲストハウスの入れ替えトリックを思いつきました。ページ見せたのか？その段階でゲストハウスが後から建てられたことに気づいたのか？そしてシェリーちゃんは、マーゴちゃんが魔法の実験をする話を聞いて、この計画を決行することにしたのです。魔法の実験をする話を聞いた。6つずつ荒らしてたの、それも一つなの。本音を出すのため。まずシェリーちゃんは、ゲストハウスにハンナちゃんを呼び出して、ロープで首を絞めて殺しました。誰でもできる殺し方だよね。その後、シェリーちゃんはハンナちゃんを自殺に偽装して、吊るしておきます。魔法の実験になぞらえて、周囲には同じく首吊り人形を用意しておきました。いいミスリードでしたよね。この子たちを一緒に自殺したと見せかけたのか？そのための人形なのか？そしてマーゴちゃんたちの実験が始まったら、シェリーちゃんはこっそりと外に抜け出したのです。これがサラマンダの部屋でしょ。その後、シェリーちゃんはナノカちゃんの元へ向かいました。疑われた時の保険を作っておくためです。これアリバイ作りだね。シェリーちゃんは暗闇の中、ナノカちゃんを襲いました。ナノカちゃんはそれに反撃してきましたが、銃弾は予想通り、大きくそれました。こんなに相手の腕を信じてなかった？シェリーちゃんは知っていました。ナノカちゃんが優しくて、仲間を撃ったりなんてできないってことを。比較してるだけで本当に殺しなんてできないと思ってた。その後、シェリーちゃんは2つの部屋の入れ替えを行いました。これ発想やばいだろ。家の配置変えるってやばいだろ。ゲストハウスの建物は仮設で、土台もしっかりしていないのは事前に確認済みでした。だからあんなに荒らしまくってたの。でも暗かったせいで、それを石畳に置いた時に、どうやら置かれていた赤い花を潰しちゃったみたいです。はあ。それで家が動いたっていう痕跡が残ったよね。入れ替えた後、ドアの表札を入れ替えて完成です。その時の揺れのせいで、部屋の中が少し荒れちゃいましたね。シェリーちゃんにとっては、魔法の実験に使われたアリサちゃんの人形が残っていたことも、誤算だったみたいです。誤算なのか？使った後は、綺麗にしておかなきゃダメですよ。じゃないと、密室を作る犯人さんが困っちゃいますからね。それ起きたら何？シェリーちゃんはその後、時間差で火がつくよう、炎のトリックを仕掛けます。ろうそくでか。すごいこと考えるな。ろうそくと油を染み込ませたロープを使って、ろうそくが小さくなったら、勝手に炎が引火するようにしたんです。自分のアリバイ作り作ったのか？でもあんまり燃えすぎると、全部燃え尽きちゃうので、ほどほどに燃えるよう調整はしていました。燃え尽きる前に見つけてもらわないと、せっかくの密室トリックが台無しですからね。そしてしばらく待って、明るくなってから、矢で足を刺しました。とっても痛かったですけど、シェリーちゃんはためらいません。ちょっと力が強いので、一気に貫けますから。そうだな。弾丸が足を貫通したことにして、シェリーちゃんはメルルちゃんに診察してもらいました。これで行動不能のアリバイトリックの完成です。そうしてシェリーちゃんは見事、ハンナちゃん殺人事件を劇的に起こしてみせたのでした。立花シェリーサイコパスだからあり得たのか。誰が犯人になるか分かんないなと思ったけど、シェリー犯人になると思わなかったな。めでたし、めでたし。中盤ら辺で動くと思ってたな。立花シェリーが当のハンナを殺した犯人だった。受け止めたくない現実だったが、それがエマの突き止めた事実だった。当然少女たちによる魔女を選出する投票はシェリーが選ばれることとなった。完全犯罪を目指したのですが、犯人だとバレてしまって残念です。でも、私が殺したって特定できるのは、エマさんだけだと思っていました。なんでエマだけなんだ？これまでの裁判でも大活躍でしたもんね。今まで犯人当ててきたからか。さすがです、エマさん。乾杯です。シェリーが笑顔でどこか清々しく言い放った。エマは信じられないといった風に涙をいっぱいに溜めた瞳でシェリーを睨んだ。ゲームでもやってるつもりだったの？シェリーちゃん、人を殺したんだよ。君はハンナちゃんを
友達を殺したんだよ。エマが感情的にわめいても、シェリーは肩をすくめるだけだった。おめえに心はねえのかよ。無駄だって。こいつ殺したことに両親の呵責なんて感じちゃいない。心のない化け物なんだって。感情がないっぽい発言をしてたな。予想はできたよね。エッツでそうだった。そうね。人のいいふりをして、まるでゲームを楽しむかのように計画的に殺人をしてみせた。私たちの理解の範疇を超えているわ。皆さん、もうやめてください。シェリーを見る少女らの目は冷たく、メルルが耳を塞ぎ涙を流して訴える。んなこと言って、メルルもシェリーに投票したんだろ？それは、犯人だもんね。投票するしかないもんね。この偽善者が。ココが吐き捨て、メルルは言い返せずにうなだれた。メルルのことをかばうだけの余裕をエマは持てない様子だった。大切だと思っていた友達を処刑台送りするのはエマもまた同じだ。友達。そんなの全部幻想だったんだ。あの日常が幻想だったんだな。エマの脳裏に楽しく4人でピクニックをした光景が浮かんだ。シェリーちゃんが全部を壊していった。僕らは友達なんかじゃなかった。目の前が絶望で真っ暗でいっそ死んだ方が楽だとエマの心はきしみ続ける。それでは皆さん、ちゃっちゃと処刑ボタンを押してください。僕らがシェリーちゃんを断罪しないといけない。3人目の処刑。議論2時間半かかったか。はい、OK です。これより魔女の処刑を執行しますが、ただすみません。最近、処刑台の仕掛けの調子が悪くてですね。だけどうするの？今回はそのまま、この場にある処刑台を使います。刺すのか？何をするんだ？なるほど。わかりました。シェリーは足を引きずりながら自ら処刑台に歩いていった。これの棒を使うの？牧長の言葉通り仕掛けは作動せず、処刑台はそのままだった。シェリーが監視によって中央にある棒へと縛り付けられていく。高速に使用されたのは茨だった。燃やすのか？昔は全部この処刑方法だったんですけどね。燃やすのか？牧長はしみじみと言ってから少女たちを見回す。他の人たちは動かないでくださいね。邪魔や介入をすれば、看守がそのものも同様に断罪します。邪魔しないっての。シェリーはまごうことなきクソ女じゃん。さああたりここ誰も信用してないから、もうダメージだよね。そうね。遊び感覚で人殺しなんて、あまりに危険人物だわ。友達ごっこに付き合わされていたエマちゃんたちに悲しいな。心底同情するわね。一人になるのが正解だったんだな。エマはなぜか薄笑いを浮かべる。もはや彼女の心は壊れかけているのかもしれない。今犯人にならないよ。そうだよ。こんなの友達ごっこでしかなかった。信じなければよかった。好きになんてならなければよかった。そうすればこんなに傷つかずに済んだのに。もうシェリーの姿を見たくないと言わんばかりにエマはうつむいて唇を強く噛み締める。ちょっと待ってくださ茨、何されてんだこれ。そこでシェリーが唐突に抗議の声を上げた。い。それはちょっと聞き捨てなりませんね。私たちは友達ですよ。はあ？マジでどっかのネジ飛んでんの？どこの世界生きてたら友達だって思ってる奴を殺すんだよ。ハンナ何かしようとした？動機が出てこないよね。好きだからこそ殺した。なんてパターンもあるけれど、あるね。シェリーちゃんの場合、理性的すぎて当てはまらないように感じるわ。好きだから殺したって愛が強すぎてか。殺された遠野は、お前を恨んでるだろうし、ここにいる桜庭も光も、おめえのことなんか、もう誰も友達だなんて思っちゃいねえよ。それでも私は友達だと思っています。メルルはおいつを漏らして泣き崩れる。エマはうつむき肩を震わせていた。命乞いのつもりか？それともいい人だと思われて死にたいってか？桜庭と光の気持ちを考えろよ。うわ、あれさ、熱くなってんな。こんなキャラじゃなかったんだな。エマが熱で寝込んで飛び込んでくるようなやつだから。友達だと思ってたやつ殺されて、友達だと思ってたやつを処刑台送りにしなきゃいけない。それがどれだけ相手を傷つけてるのか。いい加減気づけよ。悪あがきなんてやめて。悪人に徹して処刑されろよ。汗かいてるの何も映ってないけど燃やされるんじゃね？エマちゃん、メルルちゃん、もう聞くのをやめた方がいいわ。傷つけているって彼女にはわからないのよ。きっと罪悪感もないのだから。感情がないから。それはそうかもしれませんね。ベリーが肩をすくめあっさりと認めた。正直他人の気持ちもよくわからないし、罪悪感はありません。友達だって言い続けることで相手を傷つけているのならごめんなさい。それでも私はハンナさんもメルルさんもエマさんも
今でも友達だって思っちゃってるんですよ。友達という単語を理解してないのかもしれない。友達といえば好感を持たれるから。やめてよ。もう聞きたくないよ。これ以上シェリーちゃんのこと憎みたくないよ。しかしシェリーは話を続ける。饒舌なのは縛られていて、時計直前でも変わらない。どうしてこうなっちゃったのかな。ああ、いつからどうなった？私人を殺したことがあるんです。きっとその時から心が壊れちゃったのかな。なんかそんなこと言ってたな。エマたちは立花シェリーの禁忌へと引き込まれる。ずるずると引きずられ、強制的に深い深い闇を覗かれる。みなしごで施設育ちなのは話しましたっけ？そこで私、施設の大人から日常的に虐待を受けていました。毎日飽きもせずありとあらゆる暴力を受けました。施設やばいな。慣れみたいなものでしょうか？心を殺せばいい。処世術で身につけて、私その時からほとんど何も感じなくなってしまったんです。それでも痛いのは嫌です。ひどいことをするなって、それなら私もやり返していいよねって。ある時殴りかかったんです。私の拳は職員さんの頭をスイカのように簡単に割ってしまいました。魔法が発動してるな。職員さんは死んでいました。私は驚いたんです。人ってこんなに簡単に死ぬんだって。それが私の魔法の目覚めだったんでしょうね。ずっと気づきませんでした。職員さんが死んだことには特に何も感じなかったです。そういえば本やテレビでも日常的に簡単に人って死んでいくじゃないか。こんなに簡単に壊れるのなら人の生き死にには価値はとんでもなく軽いんだ。そう結論付けました。それよりも両手で服が血まみれになったことが気になって汚しちゃったら叱られてしまうんじゃないですか。廊下に出て騒ぎに駆けつけた職員さんたちを前に、私は折感が怖くてごまかし笑いをしました。この時から待ってないな。汚しちゃってごめんなさい。これはやらかしたのか？もうバレるんじゃないかさ。ハンナさんを殺したことに私は何を思う必要があるんでしょうか。なんで殺そうと思ったのかわかんないよ。後悔？罪悪感？悲しみ？怒り？自分で殺したのにそれを感じる必要がありますか？でもなんか意味あるよね。なぜハンナを選んだ？その感情に意味はあるんですか？ハンナさんが生き返るわけでもないのに。理解はできるわ。けれどそれが人間なのよ。痛む心がないのならそれはもう人間じゃない。そうですね。魔女に選ばれてしまいましたからね。あ、魔女なのか。もう聞きたくない。早く終わらせてよ。エマは顔を上げ真正面からシェリーを睨んだ。早く僕の前から消えてよ。エマがついに悪口言ったな。涙を流しながら心から叫んだ。そうですね。処刑やっちゃってください。シェリーが少しだけ寂しそうに微笑む。寂しいのか？エヴァの像が映し出されたかのようにシェリーの足元から炎の手が上がる。燃えてるな。炎に炙られてシェリーが苦しげに顔を歪めた。火炙りの処刑光景は見ている少女たちにとってもあまりの過酷なものだった。魔女でよくあるよね。ほとんどの少女が目をそらすが皮膚を焦がす匂いが鼻をつく。皮膚焦げてるの？変。メルルがどこか呆然とした様子でぽつりと口にした。燃えてない？回復してる？熱いな。これほんときっついですね。感情湧くのか？痛みを知って。変です。シェリーさん再生していないです。再生していないの？魔女じゃないの？最初メルルが何を言ってるのか今には理解できなかった。魔女じゃないの？シェリーの肉体が膝から下の皮膚が焼けてめくられている。ゴーゴーと燃え盛る炎の合間にその痛々しい様子が見て取れた。エマがその意味にたどり着くまでさらに数秒が必要だった。シェリーちゃんは魔女じゃない。これ総評失敗したの？魔女化していない少女の肉体は不死ではない。じゃあシェリーちゃんは本当に死んじゃうの？魔女化しないのか？でしょうね。何もストレスを感じないから魔女化もしないのか？さすがにマーゴも動揺しており処刑台から顔を背けてしまう。自分たちの手によって本当に少女が一人殺されようとしている。魔女にならないで殺人したのかよ。やっぱどうかしてるこいつ。やばいな。別にさいいんじゃん。だって犯人はこいつなんでしょ。こいつ安全だったんだよ。何もしなくても魔女化しないから。その事実は変わらないんだし死んで当然じゃんこのやつさ。この声も上ずっていた。処刑を止められないの？こんなのダメだよ。シェリーちゃんが死んじゃう。でも犯人なのは確実なんだよ。エマとメルルは処刑台へと走るが行く手を看守に遮られてしまう。止められません。処刑台の上でシェリーがさめざめと泣いていた。あまりの痛みと熱さで泣いているのかと思ったがシェリーのつぶやきで違うとわかる。後悔も罪悪感もありません。でも私処刑されちゃダメなんですよ。死んじゃダメなんです。何を伝えたいんだ？約束破っちゃいました。それだけはごめんなさい。約束？何の約束？こんなざまじゃハンナさんに叱られてしまいますね。何言ってんだ？ハンナに何された？一回くらいはめられたかったな。シェリーの瞳はここではないどこかを見ていた。それはいつか見た青空だった。ハンナの背中に貼り付け、ほうきで一緒に空をかけたあの日。これ選択肢間違えたら二人消えていったよね。エマとメルルの姿が遠ざかってシェリーがあることに気づく。ハンナさん、こんなに高く長く空を飛べましたっけ？魔女化進行してた。ひくりとハンナの背中がこうばった。やがて諦めたかのように深く息を吐き出す。私、
魔女になりかけているのだと思います。だから逃げられたのか。これシェリー倒した。こんなに魔法が強くなっているなら、もう時間は残されていないでしょうね。シェリー処理したのか。ねえ、シェリーさん。頼んだのか。私が魔女になる前に、いっそ殺してくれないかしら。これ先に言わないと。でも、シェリー反抗した後もアリバイ作りとかしてたからなんだ本心わかんないな。言われたからやっただけ。冗談ですよね。ええ、本気に取ってもらわなくてもいいわ。もしもの話よ。でも私、魔女になりたくありませんの。魔女になって誰かを憎んだり、殺意を抱いたりしたくないんですの。この監獄の決められた流れに、踏み込まれたくない。魔女になるのが避けられないのなら、せめて抗いたい。呪いから逃れるためには魔女になる前に死ぬしかないっていう。でも見たな。ただ一つの脱出方法は魔女になる前に死ぬことだよ。ハンナさんを殺したら、私が魔女として処刑されてしまいますが。だから、あなたにしか打ち明けていないんじゃないの。ひどっ。私だったら処刑されてもいいってことですか？ああ、違うわよ。完全犯罪を目指すのよ。完全犯罪？高まるワードですね。じゃあ、ハンナ共犯者なの？できるでしょ。名探偵のあなたなら、もしもの話だけれど、もしも、その時が来たら、約束よ。あなたは絶対に死なないで。これで約束守れないっていう意味か。もちろん、任せてください。炎に炙られてるシェリーが苦しげな埋め木の合間にプツリポツリと語った真実。そこには絆があった。友達だから殺したという事実があった。死んじゃうの。ごめんなさい。全部話したの。シェリーちゃん、心が壊れてなんかないじゃないか。友達のために、やりたくないことをやったんじゃないか。全部友達のためだったんじゃないか。何もかも手遅れだった。処刑は止められず、シェリーの命は尽きようとしている。半周に止められながら、エマはジタバタとあがくことしかできない。処刑を中止してよ。シェリーちゃんは魔女じゃないんだよ。魔女かどうなるんだ。いなくなっちゃう。消えてなんて言ってごめんね。あんなひどいこと言ってごめんね。シェリーちゃん。泣かないで、エマさん。どれだけの痛みと辛さなのか想像を絶する光景の中で、シェリーはエマの方を見て微笑んでみせた。見せつけてやれましたよね。誰に？私たちは友達だって。そうだね。ずっと、仲良しだって。これあったのか。ここに来て環境が変わったのか。エマの喉からかすれた悲鳴のように声が漏れる。シェリーの肉体は復活せず、すべてが燃えて朽ちていく。魔女の成れ果てにならず、シェリーは焼け死んだ。シェリーが焼け死んでしまったことで、永遠の牢獄は開かなかった。シェリー本当に死んだってことだな。なんか、さすがにちょっと後味悪いですね。まあ皆さん、ドンマイです。ゆっくり休んでください。これにて、閉廷にします。少し気まずかったのか、獄長は逃げるように飛び立っていった。エマはしばらく呆然とただその場に膝をついていた。動機が友達のためか。その晩、エマはふらふらとした足取りでハンナの官房を訪れた。同室のココはおらず、代わりにメルルがそこにいた。さんも、来たんですね。部屋に入った。メルルはハンナのベッドの上に下ろしてやったのだろう。少女たちの人形を並べていた。それがハンナが手作りしたものだ。人形並べてる？メルルのお人形、シェリーのお人形、ハンナのお人形。エマは自身の人形をその棚に並べておく。エマは胸にギュッと手を当てて、温かでほのかな光を感じ取っていた。あまりに小さくて今にも消えてしまいそうな希望の光。ハンナとシェリーが残してくれたもの。僕らは、確かに友達だった。ハンナとのちょっとしたやりとりが思い出される。エマさんが少しでも元気になるように、プレゼントを作っていますの。エマさん最近寝込んでいましたし、お見舞いにもなるかなと。なんか、この話も今日見たんだよな。俺事件今日2回解決したんだよな。10時間も配信して。昨日のように思えるんだけど、線をそらして気まずそうにしながらハンナが言ってくる。プレゼント？騒がなくってもよろしくてよ。全然大したものじゃありませんから。大したものだよ。こんなにたくさんのお人形、ずっと僕らを元気づけるために作っていたんだから。全部作ってたんだよ。メールの手がそっとエマの肩に触れて、これまで耐えていたものがぷつりと消える。4人のグループが2人に減ったな。エマはメルルにしがりつき、子供のように泣きちゃくった。メルルは背中を撫でてくれていた。いつまでもいつまでも。終わりか？このゲストハウス前の3つの部屋の後から作られたものって、どうやってわかるんだ？牢屋敷の設計図見れないじゃん。さあたりここ何の情報もないんだけど、関わってないからか。なのか、黒幕を倒そうとしてるんだよね。クラバーエマ、魔法を使えないっていうか、まだ魔法を自覚してない。認識とか幻覚とかだと思うけどな。当のハンナ、ゲストハウスで殺害された。ちゃんと書いてるな。二階堂ヒロなんでずっと表示されてんだろう。最初にハマセとして死んじゃったからな。万年筆いつ持ってるな。いつ使うんだ？今のところ邪魔なんだけど、多分メルル。神って
読めないな。最初魔法開示したくらいか。あとずっと裁判の友だよね。城ヶ崎の、これ書いてないな。原始って書いてるけど、魔法の正式名称書かれてないぞ。あれさあたりここなんで何も書かれてないの？千里眼を持つって書いてたよね。千里眼は認識されてたら相手の居場所がわかるのか？配信なりで。写真でも発動するよね。千葉なシェリー、皆仕事をして育った。魔女化してなかった。唯一死亡した人だな。衝撃だよな。ずっと行動してた人たちが死んだから、反証で動くとは思わなかったな。こっから暗すぎるだろ。どうやって行動していくんだ？メルルしかいなくないか。でもみんなには慕われてるよね。マップ。変わってない。待って、設計図見れたのか？もしかして、3章の時点で見れてた？これ気づけるのか？確かに言えないな。後から作られたもの。後から、でも証拠今見れないんだ。あれから何日が経過したのだろうか。食事をし、シャワーを浴び、毛布にくるまって眠る。少女たちは機械のようにただ規則に従って、日々を漫然とこなしていた。ああ、まだ生きてたんだ。しぶといね、マッチ。って死んでたら魔女裁判になってるか。せいぜい頑張って生き延びてよ。じゃあ。少女は目をそらす。疲弊から恐怖から。もう疲れてるな。私たちは何のために生かされてるんでしょうね。永遠に出す気がないのなら、いっそさっさと殺してしまえばいいのに。閉じ込めてる意味はわかんないよね。ストレス与えるなら処刑でストレス与えられるのにね。わざわざ日常で過ごさせてストレスを与える意味がわからないよ。まるで緩やかな拷問のようだわ。完全な魔女にならないのか？少女は上事のようにつぶやく。生きている感覚なんてとっくの昔に失われていると感じながら。静かですね。少し前まで賑やかだったから、やっぱり寂しいです。少女は涙を流す。取り戻せない時間を慰めにしながら。エマさん、少しお散歩しませんか？と思い立ったのか、メルルが立ち上がって口を開いた。お散歩？どこに行くの？どこでもいいんです。ただ、ずっとメソメソしていたら、シェリーさんやハンナさんに叱られちゃうような気がして。日常的に暮らすだけでも魔女化進行するからね。負けていられません。元気にならなくちゃ。メルルはまぶたを垂らしながらも、けなげに微笑む。囚人からの手紙がヒントになってたらね、魔女になる前に死ぬしかないっていう。そうだよね。負けたくない。僕らはまだ生きてる。はい。行きましょう、エマさん。とは言っても、ロア屋敷内で行ける場所など限られていて、エマとメルルは手を繋いで娯楽室に向かって階段を上がっていった。たくさん遊んで、たくさん笑って、そしたらきっと元気になれます。私はもっと皆さんに元気でいてほしいんです。笑って健やかでいてほしいんです。何して遊べばいいんだろう。私もあんまり遊んだことがなくて。でもはしゃぐんです。とりあえず。メルルの過去一切明かされてないな。妙な気合が入っているメルルを見て、エマは思わず笑みをこぼした。はしゃぐことだけ先に決めておくの？はい。ダメでしょうか？そうしよう。今日は絶対はしゃぐって決めて何かで遊ぶ。笑顔でうなずいてくれたメルルが一歩先の段を行く。その背中にエマは声をかけた。メルルちゃんがいてくれてよかった。ずっと一緒にいてね。僕を一人にしないで。もちろんです。たった一つの確かなもの。この声だけ済ましたの。本音言わなかったの。これ本当にエマのセリフなの。数日後、その日もエマは目的なくふらふらと歩いていた。変わり映えのない日々が随分長く続いて、それはどこか平穏な日常とさえも言えた。不意に羽ばたき音が耳に届き、エマははっと身構えた。極鳥が飛んできて、エマの姿を見つけてその場にとどまる。おや、桜庭エマさんですね。最近は平和で何よりですね。牢屋敷や野外を歩き回っていると、こうして特設極鳥に遭遇することはある。普通に巡回してるの。大量にフクロウがずっと飛んでるんじゃないの？しかし、のんきに雑談をしたい相手でもなく、憎悪を向けるべき相手かどうかもわからない。議論に関しては協力的だからな。あくまで極鳥は働かされている牢屋敷の運営側であるというだけだ。ただ、前回の処刑の時もですが、どうやら処刑台の調子が悪いようで。働かされてるの？でも、望んで働いてるでしょ。普通に黒幕側でしょ。一度明日の午後、本格的にメンテナンスをする予定です。やれやれ。エマの視線は自然と通路の先にある裁判所の方へと向く。いつもは固く閉じられた扉が開いていた。極鳥が飛び回っているのは裁判所を出入りしていたためらしい。この牢屋敷も随分ガタが来ていますし、働くスタッフを増やしてほしいですよ。全く鳥使いの荒い。500年前からだよね。壁とか傷ついてるよね。管理チェックってメンテナンスしてるのか？愚痴だけこぼして極鳥はさっさと飛び去ってしまった。エマは軽く息をつき、窓辺に立つ。気分転換にステンドグラスの向こうの景色を見つめた。まだ夕食前なのに空が随分暗かった。僕らをここに閉じ込めて、牢屋敷はどうしたいんだろう。
聞いても答えてもらえないだろうけど。大魔女を探してる。大魔女が呪いによって現在囚人として捕まっている魔女候補たちをたくさん生み出した。呪いによって大魔女が呪い発動させたの。後継者探してる。何のためにこの兵を作ったんだ。いっぱい生み出して兵で魔女を守るために。じゃあなんで今殺し合いが起きてんだ。昔の大魔女どこ行ったんだ。やっぱり、みんなが魔女になるのを待ってるのかな。それなら時間の問題だよね。こんなの、いずれみんな魔女に。ただエマは違和感をずっと抱いている。僕は本当に魔女なのかな。なんで僕だけ魔法が使えないのかな。自覚していない子もいるんだよ。もし僕が魔女じゃなかったら、いずれ僕だけ一人で取り残される。エマはポケットに手を入れ、お守りのように万年筆を握る。一人ぼっちは嫌だよ。泣きそうな気分で外を見ているうち、視界にチラチラと白いものが映った。メルルか。方角的に湖のあるあたりだろうか。薄暗い夜空が静かに舞い落ちるもの。エマの認識では今は春のはずだった。幻想的でありえない光景に見入ってしまう。雪。季節とか考えてなかったな。今冬なの。あんだけ花畑出てて、木とかも枯れてないのに。本当に雪なの。雪が降ってるなら雨とかも降るよね。これドームじゃなくて本当に監獄島で本物の空なんか。来てるな。エマは湖方面へと走った。やっぱり雪が降ってる。ここだけどうして。部分的に魔法か。ファンに立つエマの前で、しんしんと雪が降り、儚く消えていく。おそらく長時間雪が降っているわけでもないのに、湖は凍っていた。他の場所では雪が降っている気配もなく、この湖周辺だけ季節が切り取られたような光景だ。花畑の虹と一緒だろ。確かに虹ずっと出てるな。きっと誰かの魔法の痕跡が残って、何かがきっかけでおかしな現象を起こしてる。魔法は永続的に残るらしいからな。このでかい塀も残ってるから壊されない。アリサちゃん。いつの間にかエマの隣にはアリサが立っていた。この壁固定化でもされてるんじゃない？どんな干渉も受け付けないっていう。桜庭も見に来たんだな。うちも遠くから見つけてさ。うちよくここに来るんだ。落ち着くから。火が怖いからじゃないの。アリサちゃん、よくここにいるもんね。ああ、今は凍っちまってるけど、なるべく水のそばにいたくて。それは、アリサちゃんの魔法と関係してる？コントロールできないのか。アリサが地面に腰を下ろしたので、エマも隣に座り、恐る恐る問いかけた。そうだな。うちは自分のことが怖い。自分のことが許せない。大嫌いなんだよ、自分が。アリサが遠くを見つめながらポツリポツと自分の過去を語り出した。それはきっと彼女の禁忌。魔女化して追い詰められた時に禁忌を話すんじゃなくて、この段階で禁忌を話すの。大丈夫か？アリサ死なないよな。恵まれた家庭に育って穏やかな両親に愛を注がれて甘えきっていたのだと思う。いい子ちゃんとしてすくすく育って、ほんの少しの抑圧から些細ないたずら心が芽生えた。叱られたことがない。だから叱られてみたい。たったそれだけの理由。物の配置を変えた。言い返してみた。大切にしていたものを壊した。けれど両親は優しく、うちに決して辛く当たらなかった。どうして叱ってくれないの？もしかして愛してないの？もしかして興味がないの？もやもやした感情はねじれていき、行為はエスカレートしていった。家出した。万引きした。薬物に溺れた。それでも両親は怒らなかった。肯定し、なだめて、受け入れてくれた。ピアスをたくさん開けた。服も髪も不良めいたものにした。暴力が日常になった。取って欲しかった。なんでそんなに許してくれたんだ？いつしか叱られることに憧れすら抱いた。どこまでやったら、うちを叱ってくれる？うちに罰を与えてくれる？いつの間にか火を出せるようになっていたから、その力を使って家に火をつけた。生まれ育った家が目の前でボロボロと崩れ落ちていった。悲鳴が聞こえる。両親が招いていた人が引き巻かれて怯える声だ。悪いことをした。悪いことをできたんだ。近くにあった薬箱からたくさんの薬を飲んで、ぼんやりした気持ちよさの中で罪の意識に寄っていった。取り返しのつかないことをした。これで叱られる。いい子のうちはもうおしまい。薬飲んでる。うちは助け出されて、両親に抱きしめられた。両親は深い悲しみの表情を浮かべていた。さあ叱ってほしいとその顔を見上げた。事故だったんだよ。それが最初の言葉だった。心が絶望に落ちるには十分だった。アリサちゃんがそんなことをするはずがない。たまたま運が悪かっただけ。アリサちゃんは悪くない。なんでこんなに肯定するんだ？全部呪いの言葉に聞こえた。誰もうちの罪を見つけてくれない。許されて、許されて、許されて、自分を許されなくなった。許すの意味2つ被ってんだけど。アリサが深く深く息を吐き出す。アリサちゃん。ここに捕まる前から、うちは家出してた。もう帰れねえよ。親はもううちのことなんか忘れて、幸せになってくれた方がいい。うちはこのままここで、魔女になって果てるだろうから。そんな、僕はやっぱり一人に。湖周辺だけ降る雪の下に長くいるので、体が冷え切ってしまっている。自身を抱えてエマは震えた。すると次の瞬間、じんわりと熱を感じた。ありがとう、アリサちゃん。あったかい。アリサが指先から炎を生み出してくれたのだと気づき、エマの顔はほころぶ。うちにはこれくらいしかできねえ。ただ、ずいぶん高温まで出せるようになったな。魔力が強化されてる。何もかも溶かせるくらい。それって、魔女化が進んで、魔法が強くなってるんだろうな。ぽつりと落としたつぶやきはどこまでも暗い。抑
なきゃ。コントロールできないの。不意にアリサがうずくまり、胸を押さえて苦しみ出す。アリサちゃん大丈夫アリサちゃん。エマが誓ってその肩に触れる寸前、右腕がぬっと伸びてきて、マチョの腕？首を掴まれ、猛烈な勢いでエマの背中は大木に押し付けられていた。お前が近づくと不安になんだよ。なんか怖いんだよ、お前。魔女なんだろ。なあ。殺人衝動起きてるな。殺人衝動。魔女因子が活性化して、囚人は極めて強い殺人衝動を覚える。このゲーム噛まずにさ、全部朗読できるやついんの？アリサちゃん、魔女なら、殺さないといけないだろう。容赦のない力が込められ、足が宙に浮く、息ができないこ。のままじゃ、僕、殺され、これ自分で抑える。誰かに助けられる。強い力で首を絞められ、エマは、抵抗した身を任せた。身を任せたら死ぬよね。抵抗しないと死ぬよな。身を任せたらこのまま殺されて、その後どうなるんだ？でもこのまま身を任せれば、一人ぼっちにならなくて済むんだ。エマの体から力が抜けて、おとなしくアリサにされるがままになる。これエマ覚醒するんじゃない？